結婚20年目の記念日に妻は車を欲しがった。彼はその車の値段に少しためらったが、これまでのありがとうとこれからもよろしくという気持ちを込めてその車を購入することを決めた。しかしこの車を購入したことで彼は見たくもなかった妻の真実を知ることになる。はいどうも、キユです。いつの間にかチャンネル登録者数が100人超えていました。ありがとうございます。これからもこのチャンネルよろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録まだされてない方はよろしくお願いいたします。で、今回ご紹介するお話は私の浮気調査、私が受けた浮気調査から、一つ不倫妻のお話をさせていただきたいと思います。今回ご紹介する不倫妻なんですが、ちょっと強い言葉で表現させていただきますと下劣ということになると思います。では楽しんで聞いていってください。男性の依頼者で50代の会社経営者様で、奥さんは47歳で息子さんと娘さんがいるのかな。それが20歳と19歳っていう4人家族の構成ですね。で、依頼者である旦那さんなんですが、なんで浮気調査の依頼を私にするのかというと、オープニングでも話したんですけど、結婚記念日、20年目の結婚記念日に何かね、ちょっと大きめのプレゼントをしようというふうに、妻と相談したところ、妻が車が欲しいというもので、その車はちょっと高級車でちょっとためらったそうなんですが、買ってあげることにしたらしいんですよね。で、その車を買ってあげることにしたって言い方だとちょっと誤解があるかもしれませんけど、依頼者様は自分の会社の車しか乗らなくて、ほとんど9割方奥さんが自家用車には乗るんですよ。だから妻のための車っていうことになるんです。で、その車を買って、その購入時にいろいろオプションとかあるじゃないですか。で、最近盗難防止のためにGPS がもともとその車に搭載されていて、その防犯上のサービスがあるんですよね。もちろん月額料金がかかるみたいなんですけど、でその月額料金がかかるサービスだったんだけど、気分も高まっちゃってるから、はいはいはいって言われるがままにこのオプション契約もしたそうなんですよね。で、購入してから1年ぐらいが経って、あれそういえばこのサービス使ってないから解約しようって思って解約したんですって。だけどその月は使えるじゃないですか。だからなんとなくもったいない気がしたから使ってみようっていうことにしたんですよね。本当になんとなくもったいないから最後使ってみようかみたいな、そんな気軽な気分で、GPS を起動したらしいんですよ。そしたらその GPS を起動するとですね、エンジンが停止した場所とエンジンがかかった場所の住所が送られてくるそうなんですよ、メールで。で、そのメールを見たら、なんか自分の家から一番近いラブホテル街の住所ってすぐ分かる住所があるんですけど、その住所が出たそうなんですよ。完全に番地が一致してるとかいうことじゃないんですけど、そのラブホテルの住所が出てきたんですよ。ラブホテル街の住所ね。ラブホテルだけじゃないです、そこにあるのは。ただラブホテル街の住所が出てきたと。で、それでまさかと思った彼はドライブレコーダーの記録を見ようと思ったらしいんですよね。で、ドライブレコーダーの記録を見ようとしたんだけど、この走行の記録っていうのは何にも残ってなかったんですよね。だけどそれは奥さんが走行している時に切っているという証拠ではあるじゃないですか。で、さらに怪しいと思って、そのドライブレコーダーなんとかならないかと思ったら、車内のカメラっていうのはなんか別らしいんですよね。その切るオンオフが、その自分の車内を映すドライブレコーダー、一見必要もなさそうなドライブレコーダーはオンだったみたいで、その車内を映してるドライブレコーダーを確認したら男乗っけてたらしいんですよ。で、その男っていうのがなんか見覚えがあって、1回しか会ったことないから間違いなくこいつだとは言い切れないんだけど、町内会のね役員の人らしくて、もちろんその自分の家も町内に貢献するために、町内会には所属してるらしいんですよね。で、その町内会の役員の男にすごく似ていると。で、
1回しか会ったことないし会話もしたことないから、ほとんどそいつかどうかっていう自信はまあ8割ぐらいだけど確定はないと。なのでそいつの役員の住所は分かるから、そこの住所の家に入るかどうか見てくれって言うんですよ。要は奥さんが車でその男を迎えに行って、で本当にホテルに行ってるのか、でホテルに行ったとしたらその男を最後まで追っかけて、その町内会役員の男の住所と一致する家に入るかどうかというのが、まあ調査目的だということで、調査を受けたんですよね。で1日目奥さんは絶対車で出かけるって言ってたんで、GPS をねまあ起動させれば旦那さんも見れるらしいんですけど、まあ、それはもう調査開始の時にはもう解約になってるはずだから、そちらで GPS をつけてくれって言われて、うちで GPS をつけたんですよね。で調査当日ここでまず本当にびっくりしたんですけど、すんごい細い坂道があるんですよ。でやってるのは土曜日なんですね。土日のどっちかがそのラブホテルがね、ラブホテルの住所が出た日、曜日だから土日のどっちかでやってくれって言われてたんで、ですごい細い道があるんですけど、その道を奥さんが車に乗って走り出すじゃないですか。でこっちはちょっと隠れてたところでこういう感じで、奥さんの車がこう来たところ僕はこっち側で構えてて、こういう感じで尾行になったんですけど、ものすごい飛ばすので、土日ですよ。だからお子さんは学校とか行ってない昼の時間です。お昼ぐらい、昼時の11時とかそういう時間帯にものすごい細いんですよ。車1台通ったら自転車ですらすれ違うの大変ってぐらいの道幅、それ60キロ以上でボーっと登っていくわけですね。でこれを追っかけることはまず危険だし、さらにそんな乱暴な運転の車を追っかけたら怪しいじゃないですか。普通はついていかないから。なのでこれはまずい、 GPS 追いにしようってことにしたんですよ。そして、わざと見失ってで GPS 確かめたらコンビニが出たんで、じゃあそのコンビニに向かおうって言ったらいたんですね、その車が。でコンビニの店内で買い物してる奥さんが見えて、じゃあここで待機してて、このコンビニの買い物が終わったら奥さんはまた車走らせて男を迎えに行くかもしれんっていうことで見てたんですよね。そして奥さんがコンビニから買い物終わって車に戻って、さあ出るだろうなって言って、こっちは奥さんの車がこの辺に止まってるとしたら、僕らはこの辺に止まってて間に5台ぐらい入ってるっていう感じだったんですよね。ちょうどその11時ぐらい、一番コンビニが混む時間帯だったので、だから僕らの車は他の車に陰に隠れてるので安全だったんですよね。で奥さんの車が出たらそのままこう追っかけようと思ってたんですけど、全然出てこないの。全然車が発進しないんですよ、そのコンビニから。もう30分も経過してて全然発進しないし、お弁当でも食べてんのかなと思ったんですけど、お弁当を食べるためにわざわざコンビニまで車走らせるって、家で食べるよなと思って、もう一人の調査員にちょっとコンビニの中から、いや駐車場の中をとことこ歩いてその車を見るわけにはいかないから、怪しいからコンビニの中に入って、コンビニの中から正面からその車の中を覗いてみろって言ったんですよね。コンビニって便利ですよね。全部ガラス張りなんでたまにそういう風な見方します。よくコンビニそうやって使ってます。話取れちゃってましたけど、で見たんですよ。そしたら運転席に乗ってない、助手席にも誰もいないって言うんですよ。でも車はあって、コンビニから出て車に戻るところまでは見てるんですよ。どういうことだって思って、ちょっとカメラで、肉眼ではちょっと遠くて見えなかったからカメラでちょっとズームで寄れるかやってみろって言って、寄ったら後部座席のところになんていうかカーテンみたいに競馬新聞が引っかかって後ろが見れないようになってますって言うんですよ。はと思って、後ろが見れないようになってる？ちょっと待って、もしかしてでも男もこっちは車でコンビニで待ち合わせかもしれないから、徒歩で来るやつはもう全員見張ってたんですよね。男が徒歩で来てくる男はその車に乗る可能性があるから、だから徒歩は見張ってたんですよね。だからその
車に誰かが乗り込むシーンなんてこっちは見ていないんですよね。でもずっと車も見張ってるし、何にも怪しいとこなかったけどなと思って、じゃあちょっと勇気を振り絞って車をね、こういう風に止まってるじゃないですか。車をこっち側にも、要はこの字型で駐車場だったんですよ、この字側だから。この正面が開いたから勇気を出して、おかしな行動ですけど、コンビニ内をぐーっとで駐車場位置を変えたんですよね。だからちょっと斜め前見れるようにして、でそれでカメラ構えてたんですよ。そしたら50分後ぐらいかな、後部座席からね男が降りてきて、その奥さんの車両の隣の車に乗り込んで走り去ってったんですよね。つまりこの真っ昼間のコンビニの駐車場で前から見れないように競馬新聞を引っ掛けてですね、いかがわしい行為をやっとったっていうことなんですよね。でマジかよと思って、でそのまま奥さんもまたその車が出た2分後ぐらいに発進して追ってったんですよ。じゃあ今度奥さんパチンコ屋に行きまして、でそこで夕方まで打ち続けてですね、夕方はご主人が帰ってくる6時ぐらいまで、打ち続けて家に帰ってって、1回目はそのなんていうのかな、車の中の行為っていうのも取りようがないし、新聞で隠しちゃってるからね、真横につけてこうやってやるわけにもいかないし、だからもうそれはもうちょっとうまく撮れないなと思って、依頼者さんに今回こういう話だったって言おうとしたんですよね。そしたら依頼者が、その男といかがわしい行為をしていたと思われるよっていうことよりも、パチンコ屋に行ったんですかっていう方がリアクションがでかかったんですよ。でパチンコ屋に行きましたって、なんでですかって言ったら、いや実はその妻のパチンコ、これは一度話し合いをして夫婦で、離婚の危機の一歩手前ぐらいまで行って、で妻はもう二度とパチンコはしないということで約束をしていたんですけど、パチンコ屋も行ってたんですかってなったんですよね。だから浮気調査のつもりだったのに、その奥さんが旦那さんに嘘をついてもうやめると誓ったパチンコを今でも打ち続けているという証拠を取ってしまったってことなんですよね、こっちが。それでも浮気調査なんで浮気の本番は取れてませんので、なんとか調査続けてくださいって言われて、はいもちろん続けますって言って、で2回目の調査の時にまたねやっぱりその坂道を登っていくんですよね。すごいスピードなの。でもすごいスピードだけど、土曜日外れで男と会ってたでしょ、コンビニで。日曜日も会うかなってちょっと微妙だったんだけど、その坂を登ったところにね、男の家があるんですよ。事前にいただいてる町内会の役員のね、男の。だからここの坂で乗っけるところは撮りたいなと思ってたんで、2回目はもうスピード出すって分かってたから、ちょっとこっちがですね、車が動いた時にフライングしてこっちが前に出たんですよ、その坂の。要は追尾じゃなくて僕たちが前に出たんですよね。でこう追ってったら、とある公園があるんですけど、そこで男を乗っけてブーンと走り出したんですよね。でブーンと走り出したらいいんですけど、そこもものすごいスピードなの。高速道路じゃないぞっていう、要は一通じゃないんですけど、こういうふうに両方来れる道ではあるんですけど、すれ違う時にお互いが譲り合わなきゃいけないぐらいの道の幅なんですよ、そのスピード出してる道っていうのは全部。もうすっごい厄介なんですよね。で浮気をしてる人たちって結構スピードを出す人ってのは多いんですけど、この奥さんはちょっとね1位かもしれない。今まででスピードの出し方、運転が荒い。土日ですよ、子供が飛び出す可能性あるじゃないですか、住宅街なんて。そういう道を平気で60キロ70キロ出しちゃうんだから、ちょっとねもうおかしいとしかもう言いようがないよね。で赤信号になったんですよ。追っかけてて、こっちはもうなんとかもう必死、もうね車乗ってんのに息切れがするっていう
分かります？息切れがするんですよこっち。もうすっごい大変な運転ついてってるから。そしたら黄色信号で前のこの対向車両より前の車が止まってくれたんですよ。うわー止まってくれたと思って一安心したら、この車をですねなんと反対側の車線に飛び出して抜かして左折していっちゃったんですよ。黄色信号で赤になってますよ。赤になってもその反対側に車がいないもんだからブローンとこう行っちゃったんですよね。この運転は初めてでしたね。びっくりした。いや夜追っかけてる時にこういうことやる人が何人かいたんですよ。昼間ですよ。もう11時12時台のお話です。お昼のね。で行かれちゃって、でもこっちは GPS ついてるからまあなんとか追っかけられたんですよね。そしたらとあるデパートの前にね、そのデパートって駐車場があるのにデパートの前に止めてたんですよね。 GPS で見た時にこれなら追いつくかもって言って追いついたんですよ。でなんで前に止めてたかというと、男は乗っけっぱなしだったんですよ。だから駐車違反を切られる心配がないからその路駐してたんでしょうね。で奥さんはお惣菜とかを買ってるんですよね、そのデパートで。でこの男が乗ってますってバッチリね車の中を写真撮って、でそのままそのデパートからですね、その旦那さんが GPS で確かめたというそのラブホテル街の住所はですね非常に近い。だからすごいいいところで追いついたなと思って、で奥さん車お惣菜をね袋2個分ぐらい持って、ここでちょっと豆知識なんですけど、不倫する専業主婦って午前中の間にデパートとかスーパーのお惣菜コーナー行って夜の分のおかず買います。大概買います。なので決まった曜日がお惣菜だなと思ったら、毎回決まってる曜日がお惣菜ばっかだなと思ったら不倫の可能性あります。じゃあ話を戻します。で奥さんが戻ってきて車を発進させてそのままラブホテルに突っ込んでって、こっちも一緒にラブホテルの中突っ込んでって、調査員男なんで男同士だけどラブホテルに突っ込んでって、奥さんとその男がラブホテルに侵入するところを撮って、で出てくるところも撮って、2回目は撮れたんですよね。で3回目はまたコンビニで同じことをしてた。でまたその後パチンコというのがあったんですよ。で、合計で2回取って不倫の証拠で、コンビニのイチャイチャ、競馬買う、パチンコ打つっていうのは2回取ったんですよね。である時その旦那さんが朝ね必ず出てく時間があるんだけど、この朝何やってるかも知りたいって言ったんで、追加で1日だけその朝やったんですよね。ただ運転を追いかけるのは正直こっちのリスクが高いと。だから GPS をつけて朝どの地点でどういう風な道で行ってどの地点で止まるか先回りさせてくれって言って GPS だけで追っかけて、この地点に大体止まるなって場所が分かったんでそこで待ってたんですよね。そしてその奥さんの車が来て、で助手席から男が降りてきたんですよね。で男はそのままその会社の中に入っていくんですよ、その近くに。つまり奥さんはその結婚記念日20年目の結婚記念日で買ってもらった車で毎朝この不倫相手の男をですね会社まで送ってってたってことなんですよね。それを聞いて私は何のために車買ったんだろうみたいなことをね依頼者さんは言ってましたね。でこの2回とも証拠が取れて、いざ勝負っていう時にですね旦那さんがこう言われたんですよ。実は妻に不倫をされるのはこれで2度目なんですって。えって言って、2度目？実は言わなかったんですけど10年も前に一度妻は不倫をしてて、その時は団地に住む誰かさんだったんですけど、その時は物的証拠とかがいっぱいあったんで妻を問い詰めたら不倫を認めて、もう二度としないって約束で、信じて結婚生活を続けてきたんですが、さすがにこれはもう2回目なので私は離婚として戦いますというふうにおっしゃってましたね。ただこの依頼者さんすごくお人よしで、年末だったんですよそれ。だから年末の時って奥さんの実家が年末年始はお忙しいご職業を経営されてるお家らしいんですよ、奥さんの家が。
だから今証拠を持って怒りもふつふつ湧いてるけど、この忙しい時期にこういう問題を持ってっちゃったら向こうの実家にご迷惑がかかるから、来年2月あたりに、この証拠を出して妻を問い詰めて離婚したいと思いますって言ってましたね。僕はお人よしだなと思ったんですよね。だって悪いのは奥さんじゃないですか。だからそんなの関係ないでしょ時期とかって思ったんですけど、依頼者さんがそう言うんでね、それはそれでいいのかなと思って僕自身は何も言わなかったです。とにかくこの調査で感じたのは、もう運転が荒いしパチンコもやるし、その競馬新聞なんですよ。コンビニ行った時に毎回で、競馬新聞で隠してなんかイチャイチャをした後にちゃんとその競馬新聞を2人で見て、もう馬券を購入してるっていう動き分かるじゃないですか。そういうふうなことをやってるんですよね。だからギャンブル依存症多分ですね。ギャンブル依存症で不倫もしているという、ダブルパンチ、まさに下劣な不倫妻のお話ということで今回させていただきました。この話が多少なりとも面白かったなと思う方はグッドボタン、チャンネル登録忘れずに、よろしくお願いいたします。更新の頻度ですが、少し早めていこうと頑張ってますのでよろしくお願いします。でも何分一人でやってるんでね、その辺はご了承いただければ感謝いたします。では次回のお話でまたお会いしましょう。